部分詳細図を書くには現場に行って職人さんと作り方を話せば書けるよということなんですが、結論はですね、タイトル通りで部分詳細図自体が作るための図面なので、職人さんへ伝えるための図面をかけていれば問題ないってことなんですけれども、部分詳細図ってディテールとも言われてるんですけれども、これを書く3つのステップがあると思っていて、学ぶステップが3つあると思っていて、まず最初のステップ1つ目なんですが、ものづくりとして機能面を学ぶということです。要するにですね、この図面の作り方で壊れないぞと、空間を作ることは、まずは倒れたりとか人の人命にも関わってくるので、壊れたら困るわけですよ。怪我させちゃうので、そのためにはまずなんでこうやって作られているのか、どういう部材の特性でどんな寸法感でっていうことをまず頭に叩き込む必要性があるということです。それを全般的に知るためにはやっぱり本とか雑誌とかそういったものになってくるんですけれども、建築の本めちゃくちゃたくさんあるんで、まず何でもいいから自分の興味のある分野の作りたい建築の部分詳細図、要はディテールの雑誌とか本を手に取って一冊まず読んでみてください。でその時の注意点は、部分詳細図の図面を見るということなので、作り方や意味が書かれているやつなんですよね。ただの絵じゃないですよ。作り方とか意味が分かるやつですよ。で私がね若い頃読んでたのは建築知識とかめちゃくちゃ出てたんで、それこそ、その当時いろいろ僕に建築を教えてくれたこうちゃん、僕の相方の河野さんに、建築知識をよく借りて読んでました。自分で買ってないんで最初の頃、興味があんまりなかったんで、ただ面白いんですよね、それが作れるようになってくると。でね、それ木造住宅とか小規模な建築が多いんですけど、それはそれでね覚えてしまえば応用が効くもんなんですから、まずは何でもいいから一冊読んでみてください。で次の2つ目のステップが現場へ行くです。ここで初めて現実的なものを見て覚えるわけなんですけれども、なんで最初からね見に行っちゃいけないのかっていうと、基礎知識ないとね理解深まらないし、わけわかんないんですよ。話してること自体が、言葉もわかんないし。だから一つ目のステップでわからないなりに本を読むことで、作る理由やなぜそういう収まりにするのかなっていう理由をね、知っておく必要性がある。だから多少わからなくてもざっと最初から最後まで読んで、まず現場行ってみて、そこでもう一回読み返せばいいだけなんで。で現場の職人さんからは作り方を教えてもらったりとかよくするんですけど、それはその人のやり方であって、作り方って一通りじゃないですからね。また職人さんによって理由を知らずに作ってる人もいるんで、本質的なことまで学ぶことができないことってあるんですよ。だから現場の職人さんと作り方を教えてもらったり、スケッチでディテールを書いてみて、スピード感やリアリティみたいなものはそこには圧倒的に現実的にあるんで、上達はめちゃくちゃ早いです。だから現場行くことはめちゃくちゃ重要です。で一度それを見て持ち帰って本を見返したりすると、なんでこういう収まりを現場でしていて本ではこう書いてあるのかなの違いを知ることで理解が深まることってあるんですよ。ぜひやってみてください。そして最後の3つ目のステップなんですが、設計者としてこれ重要ですよ。デザイン的にどのように見せたいのか、美しいかみたいな自分自身で考えて書くということです。今まではね、機能的に壊れないようにとか作りやすいようにという視点で部分詳細図を書いてきていますが、この最後のステップではデザイナーとして美しく作ることを自分で考えて書けるようになるといいよねってことが重要だってことです。今日は部分詳細図を書くためには、現場に行って職人さんと作り方を話せば書けるよねという話でした。で3つのステップを話してみましたが、いかがでしたでしょうか。そこで最後に重要なポイントです。3つのステップをね踏んで、一番気をつけないといけないのが、デザインを重視するあまり施工性が悪くなったり、コストが増大したり壊れやすくなったりすることが多々あるんですよね。
でこのデザインと施工性機能性のバランスを見ながら部分詳細図は考えて書くということが必要だってことです。めちゃくちゃ難しいですよね。それに気をつけながらディテール検討することで空間クオリティがぐっと上がることになります。皆さんもねぜひディテール書いてみてください。ディテール書かないでね、なんか今まで話した展開図とか平面図展望図だけでね、もちろん空間はできることはあるんですが、このディテールをこだわることによって空間クオリティがっつり上がるんで、皆さんもぜひ実行してみてください。